1650年、イギリス。一人の女性が絞首刑にされた。およそ30分後、彼女は死んだものと思われ、遺体は解剖のため運ばれる。ところが棺を開けた医師は、信じられないものを目にした。死んだはずの女性が、まだ呼吸をしていたのだ。彼女の名は、アン・グリーン。これは、処刑された女性が本当に生還した歴史に残る事件である。当時22歳だったアンは、イングランドのオックスフォードシャーで、裕福な家の使用人として働いていた。そこでアンは、主人の孫から何度も言い寄られ、やがて妊娠する。しかし、およそ17週間後、アンは屋敷の便所で流産してしまった。そして、殺害して隠した疑いで裁判にかけられる。本人は、胎児はすでに亡くなっていたと訴えた。助産婦も、その可能性を認めていたという。ところが当時の法律では、未婚の女性が出産を隠し、胎児が死亡した場合、その女性が殺害したと判断されることがあった。それでも裁判では主張が認められず、アンには死刑が宣告される。1650年12月14日、アンはオックスフォードの処刑場へ連れて行かれた。アンが受けた絞首刑は、後世のように首の骨を一瞬で折るものではない。短い落下で首を絞め、時間をかけて窒息させる方法だった。苦しみを長引かせないため、アンは友人たちにある頼み事をしていた。自分が吊るされたら、足を強く引っ張ってほしい。少しでも早く死ねるように、と。友人たちは彼女の足を引き、胸も叩いて身体に衝撃まで加えた。そして、およそ30分後、アンは縄から下ろされ、死亡したものとして棺に入れられた。遺体は、オックスフォード大学の医師たちへ引き渡された。目的は、人体解剖。ところが解剖を始めるために棺を開けると、アンの喉からかすかな音が聞こえた。調べてみると、弱い呼吸と脈が残っている。アンは、まだ生きていたのだ。医師たちは解剖を中止。身体を温め、手足をさすり、当時考えられる様々な処置を行った。そして少しずつ、アンは反応を取り戻していく。その日のうちに言葉を発し、数日後には食事も取れるまでになった。処刑、窒息、そして真冬の寒さ。そのすべてを乗り越え、アンは奇跡的に生還したのだ。では、なぜアンは助かったのか。当時の絞首刑は、首の骨を折る方式ではなく、縄が首の血管や気道を完全には塞がなかった可能性がある。また、当日は真冬の12月。記録によれば、アンは寒い部屋の棺に横たえられ、身体はひどく冷えていた。この低体温によって、脳が必要とする酸素量が減り、深刻な損傷に至るまでの時間が伸びた可能性がある。さらに、胸を強く叩かれたことが偶然にも心臓への刺激となり、医師たちによる素早い加温処置と合わさって、生存を助けた可能性がある。正確な理由は分かっていない。ただ、いくつもの偶然が彼女の命をつないだと考えられている。当時の人々は、アンの生還を神が彼女の無実を証明したのだと考えた。医師たちも除名を求め、ついにアンには恩赦が与えられる。処刑は確かに執行された。アンは30分間吊るされ、死亡したものとして棺に入れられた。それでも彼女は生きていた。縄の位置と真冬の寒さ、胸への衝撃や、そして医師たちの処置。そのどれか一つでも欠けていたら、この生還はなかったかもしれない。アン・グリーンの物語は、死と生の境界が決して明確ではなかった時代の記録である。